実は日本のプロの始まりとアメリカのプロの始まりというところを見ると、言葉は悪いですけど雲泥の差があったと言っていいんですね。残念ながら日本にはね入ってくるためのがなかった。アメリカにはがあったというね。目線カメラで言えば、こういうローラーの場合は肩に対してこういうふうに。こんにちは。ゴルフラーニングスクエアグロスの田中慎一郎です。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回は日本はスイング進化のガラパゴスだったというちょっと衝撃的な内容をお届けします。実は日本のプロの始まりとアメリカのプロの始まりというところを見るとものすごい差がありました。言葉は悪いですけど雲泥の差があったと言っていいんですね。それぐらい大きな差がありました。そしてその大きな差だけじゃなく、その後の発展にも大きな差が出てきてしまったと。その結果、日本はスイング進化のガラパゴスになっちゃったっていうお話なんですけれどもね。今回はそんなお話とローラー派のスイングの基本練習について説明したいと思います。それでは早速説明したいと思いますけれども、以前日本のレジェンドと言われるプロにはシャット派のボディターンが多いということを説明したことがあります。ここに挙げましたのは、宮本留吉プロ、中村虎吉プロ、吉田忠プロ、河野孝明プロ、村上隆プロといった有名なプロ、有名なレジェンドといえるプロの皆さんですけれども、全員がシャット派ボディターンです。シャット派ボディターンとは、トップでクラブフェースが空を向く、そして肩の回転がものすごく多いと、そういう特徴があるっていうことなんですけれども、そのスイングは現代、例えば去年の賞金王の金谷選手なんかもそのタイプですね。そしてトップ10を見たところ、若手の選手に結構そういったスイングの選手が多いということがありました。一方、アメリカはどうだったかというと、例えばレジェンドと言われるボビー・ジョーンズのスイングと宮本留吉プロのスイングを比べてみると、このように大きな違いがあります。宮本留吉プロのスイングはトップで肩がとてもよく回ってフェースがシャットフェースですけれども、ボビー・ジョーンズは肩の回転が少なめで腕の振り上がりが大きく、トップでのクラブフェースはオープンになっています。つまりボビー・ジョーンズはローラー派のスイングをしていて、宮本留吉プロはシャット派ボディターンのスイングをしていたということです。アメリカではボビー・ジョーンズに限らず、例えばベン・ホーガン、バイロン・ネルソン、サムス・ニードといった同年生まれの3人、1911年、12年生まれの3人ですね。この3人も同じようにローラー派のスイングをしています。トップでフェースが開いているローラー派のスイングをしています。こういった差がどうして生まれたかというのを説明するのに、やはり歴史を振り返る必要がありますので、少し日米のゴルフの歴史を振り返ってみたいと思います。まず日本の最初のゴルフ場というのは1904年にできた神戸ゴルフクラブです。神戸ゴルフクラブは1903年に9ホールが完成して1904年に18ホールが始まりましたので、18ホールのゴルフ場として始まったのは1904年ということになります。一方アメリカはどうかというと、1888年にセントアンドリュースというゴルフ場ができています。これはイギリスのセントアンドリュースではなくて、セントアンドリュースに断って名前だけ拝借した、名前だけもらってセントアンドリュースというゴルフ場で始まったということです。いくつか最初のゴルフ場と言われているところがあるみたいですけれども、セントアンドリュースが最初と考えていいということですね。つまり日本とアメリカの最初のゴルフ場の差っていうのはたったの16年しかないということなんですね。意外にね、それほど長い年月の差はなかったということなんですね。イギリスはもうずっと前にできて、1860年にすでにね、全英オープンが始まっているぐらいですから、ずっと歴史は古いです。でもアメリカに関しては、実は日本と16年しか差がない。次に、日本とアメリカでの最初のプロがいつ生まれたかっていうことなんですけれども、日本は1920年に福井角次という人が最初のプロとしてプロ活動を始めたと言われています。
一方アメリカはどうかというと、1908年にジョン・マクダーモットという人が最初のプロになったと言われているんですね。しかもこの2人はね、どちらもね、1891年生まれというね、同い年の2人が最初のプロだったということですから、実は最初のプロの差っていうのは、日本とアメリカでたった12年しか違いがないということなんですね。しかも2人は同い年でした。そして次の要素として、最初のゴルフ環境の差というのがあります。実はこれがものすごい違いだったということなんですけれども、日本では最初のプロが生まれた環境は、イギリス人商人がゴルフ場を作りました。アーサー・ヘスケル・グルームというイギリス人商人が50歳を過ぎて、まだゴルフの経験もない人が始めたんです。なんか友達が香港でゴルフできるそうだよみたいなことを聞いて、じゃあまあ日本にも作ろうよっていうことで、六甲山にね、作ったと。だからまあそのアーサー・ヘスケル・グルームさんはまあ六甲のね、開発の父みたいな感じで言われているそうですけれども、ゴルフはね、未経験だったという人なんですね。そしてその最初のゴルフ場のメンバーに、ウィリアム・ジョン・ロビンソンという人がいて、そのウィリアム・ジョン・ロビンソンという人の専属キャディをやっていたのが福井角次さんだったんです。つまり福井角次プロはこのウィリアム・ジョン・ロビンソンのスイングを真似してゴルフを始めたということです。ですから日本のプロの始まりはアマチュアのスイングの見よう見まねで始まったということがあります。一方関東はどうだったかというと、関東では1913年に東京ゴルフクラブというのができています。そこでキャディなんかをしながらゴルフが上達していった安田幸吉という方がいて、その方が最初のプロに近い。ただ東京ゴルフクラブはプロっていうのを認めてなかったそうなので、プロという活動はしていたけども、プロというふうには認められてなかったそうですけれども、同じく東京ゴルフクラブでキャディなんかをしていた浅見六蔵という人がいて、その人が東京で2番目にできた1923年にできた保土川カントリーというね、保土川カントリークラブっていうところでプロとして迎え入れられたということがね、関東では最初だという話なんですね。ちなみにこのカントリークラブっていうね、日本には多いと思いますけども、カントリークラブとゴルフクラブの違いっていうのは何か皆さん知ってますか？日本ではね、どっちも同じようにね扱われていると思いますけども、基本的にゴルフクラブっていうのはイギリス系で、カントリークラブはアメリカにしかないようなね、ところがあります。アメリカにもゴルフクラブはたくさんありますけども、カントリークラブもあって、でカントリークラブとゴルフクラブの違いっていうのは、カントリークラブっていうのはゴルフの他にもテニスコートがいっぱいあるとか、乗馬ができる施設があるとか、いろんなコンサートをやるとか、その近所というかメンバーの社交の場みたいなね、そういう働きをしている場所ですね。ゴルフだけじゃなくていろんな意味で使われている場所、これがね、カントリークラブというふうに言われているっていうね。日本ではゴルフだけでもカントリークラブって言ってるのでね、本来の意味とは違うようなね、使われ方がしているっていうことがあると思いますね。そんなことは置いといて、このね、最初のプロと言われる浅見六蔵プロですね。この浅見プロにゴルフを教えたのが赤星兄弟と言われる2人なんですね。特に赤星六郎という方で、赤星四郎と赤星六郎さんっていうね、この大金持ちの息子さんがいて、この2人が高校からアメリカに行って、でアメリカの大学を2人とも出て、そして日本に帰ってきたと。アメリカの大学でゴルフを覚えて、そして日本に帰ってきたっていうんですね。それで、その浅見プロにゴルフを教えたと。グリップも教えたっていうね、インターロッキンググリップを教えたというね、手が小さいんだったらインターロッキンググリップがいいって言って、インターロッキンググリップを教えたっていう話ですけれどもね。ですから日本ではですね、関西も関東もどちらもアマチュアからスイングを習って始まったということなんですね。だから最初のこの頃のプロは、プロとは言っても、お前らはまだ下手だから試合には出るなみたいなねことを赤星兄弟に言われたりしてた。あるいはプロたちは赤星兄弟のことを大先生と呼んでいたと、そういうようなねことがあるみたいです。ですから日本では
関東でも関西でもアマチュアのスイングを見て、プロが生まれていったという背景があります。一方アメリカはどうだったかというと、アメリカでも最初のゴルフ場ができた後にどんどんとゴルフ場がいっぱいできていったそうです。でそのできていくゴルフ場に最初からスコットランドからプロを呼び寄せて、そしてプロとしての仕事をしてもらったということなんですね。だからアメリカでは最初からプロばっかりだったんです。本場からやっぱり人を呼んでやるというね、そこの違いがあったということなんですね。イギリスではね、1830年ぐらいからプロがもう生まれてきて、1860年に最初のプロの大会として始まったのが全英オープンということなので、だからプロの歴史もすごくあると。そういったプロの歴史をアメリカは最初から取り入れて、そこからプロが始まっていったわけです。だから日本はアマチュア由来のプロ、アメリカはプロ由来のプロというね、こういう大きな差があったということなんですね。もちろんアメリカに大勢来たスコットランドから来たプロには、大多数のプロはね、シャット派ボディターンだったと思います。でもローラー派のプロも少しはいたんだろうと思いますね。だから誰に習うかによってかなり大きな違いがあったと思われますけれども、例えばボビー・ジョーンズなんかはおそらくローラー派のプロに習ったから、ああいったローラー派のスイングをしていると考えられるんですね。一方、日本のプロにスイングを教えた赤星六郎さんは、同じくアメリカでイギリス人のプロにスイングを習ってはいるんですけれども、このスイングがシャットアボディターンスイングだったと考えられるんですね。どうしてそう言えるのかというと、赤星六郎さんにスイングを習ったのが浅見六蔵プロですね。その浅見六蔵プロにスイングの基本を叩き込まれたのが、実は中村虎吉プロなんです。だから中村虎吉プロのスイングがあのようなシャット派ボディターンの典型といえるようなスイングなので、当然浅見六蔵もそうだし、それを教えた赤星兄弟も同じ。ということは、そのスイングを教えたアメリカのプロもシャット派ボディターンだったという、ね、そういうことが考えられるわけですね。だから伝統派のスイングを覚えてきたということですね。そして六甲の方のではイギリスから来たアマチュア、このアマチュアがやはりシャット派ボディターンという伝統的なね、当然アマチュアなんですから、ローラー派のスイングができたとはもう到底考えられません。もう一部の強いプロしかやってなかったような時代ですからね。だからアマチュアはほとんど全員がシャット派ボディターンスイングをやっていたというような時代と考えられる。でその証拠に宮本留吉プロのスイングはシャット派ボディターンということがありますね。ですから日本とね、アメリカのプロの最初がまずそういったものすごい違いがあったと。ですからアメリカでは全米オープンが1895年に始まってるんですけれども、最初の第1回大会から第16回大会まで勝っているのは全部イギリス人なんです。そして、その中にはハリー・バードンやテッド・レイなんかもいるんですね。ローラー派の典型といえる2人も混ざっています。ですからそういったスイングが見ることもできたでしょうし、そのスイングを見てゴルフを覚えた人もたくさんいたでしょう。また伝統的なシャット派ボディターンでゴルフをやっていた人もたくさんいたと思いますけれども、アメリカではそういったいろんなスイングが混在した中からベン・ホーガンとかね、そういった強い選手はたまたまローラー派のスイングをね覚えて、そして強くなっていったということがあるということなんですね。だからアメリカにはあまりシャット派ボディターンで強い選手の記録がないということなんですね。おそらくシャット派ボディターンスイングの方が多かったと思いますけれども、頂点に立つようなスイングはローラー派だったということですね。そんな風にですね、プロの始まりの時点で日本はアマチュアの真似から始まった、アメリカではプロのレッスンから始まっているというね、もうとんでもない差があったということが言えるわけですね。それこそ雲泥の差があったと、こういうことが言えるわけですね。ただその後ね、日本にそれじゃあローラーのスイングは全くなかったのかというと、例えばですね、戸田藤一郎プロとかね、かなり腕振りで有名なプロなんですけれども、ローラー派のスイングの基本がね、腕振りが元にあるということがあるということを考えれば、戸田藤一郎プロのような腕振りのスイングですね、このスイングが発展していけばローラーのスイングになって、やがてはローラーのスイングが完成していって発展していったという未来もあり得たとは思うんですけれどもね、そうはならなかったんですね。
どうしてそうならなかったのかというと、実はですね、シャットアボディターンの典型ともいえるような中村虎吉プロですね。中村虎吉プロが1957年のカナダカップで個人と団体とで優勝するというね、快挙を成し遂げたんですね。もうその時のね、その時はテレビ中継もされたそうで、みんなが中村虎吉プロのスイングを見たりね、あるいはもう勝ったもんだからもうてんやわんやの大騒ぎでね、すごかったそうです。そして、日本にゴルフブームというのがやってきます。当然ボディターンスイングの中村虎吉プロのスイングはもうゴルフスイングの基本として定着するということがあったと思いますね。そんなことがあって、そして中村虎吉プロはその後女子プロ協会を作っていくとか、女子プロをたくさん育てていったんですけど、その中に一番弟子とも言えるような人に樋口久子プロがいます。で、樋口久子プロのスイング見てもらうと、やはり中村虎吉プロとそっくりのボディターンスイングですね。シャット派ボディターンスイングであるということが分かります。樋口久子プロは全米女子プロに勝ちました。それともどうでしょうね。もう日本のプロがアメリカでものメジャーで勝ったと。でそれがボディターンスイングで中村虎吉プロの教えたプロだと。そういうことがね、あると、もう当然世の中はボディターンこそゴルフスイングの基本というね、当然当たり前のことで、もうちょっと他のスイングを考える余裕はないですよね。そんなことがあって、そんな時代にですね、1980年ちょっと前ぐらいにね、ジャパンアズナンバーワンなんていう本がね、出版されて、これがものすごい大ブームになります。当時はね、僕もそうですけど、これを見ている多くの方もそうだと思いますけれども、日本人はみんなね、もう車を作ったって家電を作ったってね、もう何でも日本製が一番、世界一のね、ものを作っていた時代です。ですから日本は何でも一番だと思っているわけですね。日本は何でもすごいんだみたいなね、思っていると。でしかも女子プロで勝ったと。ゴルフスイングだって日本のが一番だと。なんていうふうな雰囲気がある中に、このプロのスイングは世界一美しいと言われているなんていうね、そんな話まで出てくるわけですね。そんなふうにね、もうボディターン以外聞く耳持たないみたいなね、そんな社会的なね、流れがあったということですね。ですから、戸田藤一郎プロもね、ものすごい記録を出すんですけれども、残念ながらね、戸田藤一郎プロみたいなスイングっていうのは、才能があるからできるんだみたいに片付けられちゃうんですよ。あれはもう才能があるからできるスイングで、一般の人が真似するもんじゃないと。一般の人はやはりボディターンスイングをやるべきですよと。そういう雰囲気になっていくし、一般の方もみんなそりゃそうだと。でそれにどうせやるんならメジャーで勝ったようなスイングがいいとかね、カナダカップで勝ったようなスイングがいいと。そういうふうにね、考えても当然ですよね。だから、日本ではローラーのスイングが発展しなかった。だからガラパゴス化してしまった。ボディターンスイングの方が発展していく形になってしまったというね、ゴルフ進化の一部だけがこう発展していく形になったっていうことなんですね。一方アメリカではローラーのスイングがベン・ホーガンの時代から現代までずっと進化していって、最近の賞金ランク上位のほとんどがローラーの進化したスイングをしているということがありますね。そんなふうに日本とアメリカではね、大きな違いがあるということなんですね。ちなみにね、中村虎吉プロはね、カナダカップに勝った翌年にマスターズに招待されています。マスターズに招待されて、どういうふうな感想がだったかというと、結果としては予選は通過したんですけれども、通過した中ではかなり最下位に近い順位で終わったんですけれども、もうゴルフが上手い下手の問題じゃないと言っています。中村虎吉プロはどっちかというとドローでランでね、距離を稼ぐスイングだったんですね。ところがアメリカのマスターズではランが出ないと。もう絨毯のようなふかふかのフェアウェイで、ボールがキャリーで落ちたところに止まるような、そんなところでもう440ヤードとか450ヤードなんていうミドルは2オンさえ難しいと。自分のゴルフではそんな感じなのに、アメリカ人たちはパー5を2オン狙ってくると。だからもうこれはもう上手い下手の問題じゃないと。もう全然その基本的なレベルの差みたいなものをね、すごく痛感したというようなね、
そういうことを言っていますね。だからといってそのボディターンスイングが悪いとか言っているのではないんですよ。例えばね、宮本智七プロはアメリカに招待されてアメリカのツアーで戦ったりもしてるんですけれども、全英オープンも行っているし、ボビー・ジョーンズとねエキシビジョンマッチをしています。ボビー・ジョーンズと個人戦みたいに握りをしたそうですね、5ドルのね。そしたらそれで、結果は2アップで勝ったという。だからボビー・ジョーンズに、当時ボビー・ジョーンズはもう引退しているとはいえですね、ボビー・ジョーンズに勝ったというね、これはもう生涯最高の日だったと本人も言っています。それぐらいやっぱりボビー・ジョーンズはもうゴルフ界で崇拝されていた人だったんですね。だから宮本プロもすごく嬉しくてね、ボビー・ジョーンズに勝ったことがね、そういうようなね歴史もあるので、ですから決してボディターンスイングが悪いということではないわけです。ボディターンスイングもそれはそれでものすごく素晴らしいスイング技術です。決してローラーに劣るスイングではないというふうに思います。ですけれども現実としてはローラーのねスイングが進化した形が今のアメリカではかなり強いということがありますね。いろんな理由は実は考えられるんですけど、その大きな一つの大きな理由としてはやっぱり体力がねすごく必要だということがあるというのはねありますね。やっぱり4日間戦わなければいけないというと相当な体力のね消耗がありますからね。ローラーのスイングは比較的腕力が必要ないんですけれども、ボディターンスイングはちょっと腕力がどうしても必要になったりするんですね。そういったところのね違いなんかもまたいつか説明したいと思いますけれどもね、そういうようなことがあって、日本でも本当はローラーのスイングがちゃんと入ってきて、そのスイングが発展していくという形ももしあったらね、また違った形になっていたかもしれないんですけども、残念ながら日本にはねローラーのスイングを入ってくるためのプロのお手本がなかった。アメリカにはローラーのスイングのお手本があったというね、お手本がないから伝統的なスイングの発展系が日本のスイングになっていったというね、そういうことだということなんですね。それではね、次に、ローラー派のね、スイングの基本練習について説明したいと思います。それでは今回はローラー派のスイングの基本練習を説明します。左腕片手で打つという練習なんですけれども、同じ練習がボディターンでもあります。ですから今回はローラー派のスイングの場合の片手打ちとボディターンスイングの場合の片手打ちの違いを理解してください。まずローラー派のスイングの片手打ちですね。左手片手でクラブを持って、クラブはピッチングとかサンドです。そして左肩ですね。左肩に対してこのように左腕を振る感じ。これでボールを打ってみます。まずはこういうふうな小さな振り子で動きでいいですから、これでボールを打つということをやってみてください。左肩を止めて左腕でスイングすると。こういう練習ですね。左肩を止めておいて、左腕でボールを打ちますね。左肩を止めておいて、左腕でボールを打つと。こういう練習ですね。同じ練習をボディターンでやる場合はどうなるかというと、左腕を止めておいて、肩の回転を使って、このように小さなスイングでも腕を振るということではなくて、肩の回転でボールを打つということになりますね。このようにして、手を振らないで肩を使ってボールを打つということになります。肩を回して打つと、こういうことですね。ですから
目線カメラで言えば、こういうローラーの場合は肩に対してこういうふうに腕が動くので、どうしてもこうやってフェースがですね、こう開いていって、閉じるような動きになるということです。こうですね。でもボディターンの場合はこうではなく、微妙ですけどこう来る感じですね。同じ大きさで言えばこれぐらいなのか、これぐらいなのか、ちょっと違いがありますよね。そういうようなですね、そういうフェースのその開閉という動き、ボディターンだったらなるべくこのフェースがね、あんまり回転しないイメージ。ローラー派だとちょっとこういうふうに少し微妙な回転が入ってきます。小さな動きでも。微妙なね。別にこれはローラー派でもね、ちょっとあまり回転を抑えていく方法もあるんですけど、アプローチとかではそうするんですけれども、まずは別に、あまりそこまで考えずに自然に回転すると思ってもらっていいと思います。そして、このレンス、そして、これがね、だんだんとこう大きくなっていきますね。そうすると、ローラー派の場合は、肩を止めておいて腕が動いてきて、大きなスイングでは、その後肩が引っ張られて肩が回ります。そして振るということになりますね。ローラーの場合は基本的には腕で振り上げて、そして、肩が引っ張られて回るイメージなんですね。腕でこのようにですね、腕が主役っていうことです。ボディターン派の場合はどうなるかというと、僕がやってるのは実はどっちもローラーのスイングなんですけど、ボディターンでもできなくはないので、ボディターンの場合は肩の回転ですね。肩で腕で振り上げるのではなく、肩を回していって振るということになりますね。ボディターンでいくんであれば、腕はじっとしといて肩を回していって振ると。こういうようなね、違いがあるということなんですね。ですから皆さんもね、いろいろな練習方法を見ると思いますけどもね、こういったやり方に違いがあるということです。ローラーとね、ボディターンではその辺をね、ちょっと理解していろいろなレッスン動画を見てもらえると、さらにね、勉強になると思いますのでね、ぜひ活用してください。もし今回の動画が役に立ったり、面白かったり、役に立ちそうかなと思ったりしたらいいねと。ぜひまた次回もね、もっといい動画を作りたいと思いますので、チャンネル登録をして、そして、ご意見がありましたらぜひね、もっとこうした方がいいというのがあったらご意見もね、ぜひコメント欄にお願いします。それでは今回のおまけ映像としてサムネイルについて説明します。サムネイルではこの2つのスイングの違いが見抜けますかということでした。こちらは近代ボディターンスイングの元祖ともいえるアレック・ロスのダウンスイング。こちらはローラー派のボビー・ジョーンズです。この2つのスイングの違いですけれども、おそらく初心者の方はあまりよくわからないと思います。ある程度スイングを見たことのある方であれば何かが違うということは感じられると思います。このように重要ポイントに線を引くと違いが明確にわかると思います。もちろんこういった下半身ですとかシャフトの角度なんかにも違いがあるんですけれども、ここで重要なのはこの右腕です。右腕の形や肘のポジション、曲がり具合、そういった部分、つまり右腕の使い方の違いがあるということなんですね。こちらが割とボディターンに多いタイプの形、こちらはローラー派に多いタイプの形です。これは宮本留吉プロ、こちらはアレック・ロスですけれども、2人はどちらもとてもよく似た形をしているのがわかると思います。それでは現代ではどうなのかを見てみましょう。こちらは金谷プロ、こちらはシェフラーです。2人を見比べると一見非常によく似ているように見えると思います。しかしこのように補助線を引いてみると、やはり右腕の使い方に違いがあることがわかります。こちらの宮本留吉プロと金谷選手を見比べると非常によく似ているのがわかります。このように補助線を引くとさらによくわかると思いますけれども、
腕の形やフェイスアングルなどとてもよく似ている2人ともシャット派ボディターンであり、日本の伝統的な形が見事に受け継がれているのがわかると思います。この日本の伝統的な形ともいえるフォームは別にシャット派ボディターンだけでなくても、例えばここにご紹介する3人も日本のメジャーで勝ったトッププロですけれども、腕の形が全員よく似ているのがわかると思います。こちら2人はボディターンです。ただシャット派ではありません。で、こちらはどちらかというとローラーのスイングをしているプロなんですけれども、欧米の選手の形とは少し違っています。こちらは世界のトッププロの3人ですけれども、このように先ほどご紹介したボビー・ジョーンズの形を踏襲しているというのがわかると思います。このようにスイングを見比べると、ローラー派に始まったスイングとシャット派ボディターンで始まったスイングの違いがわかるかもしれません。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。